皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースをお届けします。トランプ大統領は和平案の交渉が前進しているとして、ウクライナの問題についてももうすぐ片がつくかもしれないというような話をしています。しかし、アメリカによるウクライナに対する支援が何か決まるわけではなく、ウクライナを支援するヨーロッパの覚悟が少しずつ固まりつつあるように見えます。今回はヨーロッパの動き、ウクライナ情勢とちょっと絡む形での日本の話題、そして最後に北朝鮮のやっぱりなぁと思えるような兵士使い捨ての事態などについて取り上げていきましょう。まずはウクライナ支援をめぐるヨーロッパの動き。ヨーロッパ各国、ウクライナ多国籍軍創設などを含む共同声明発表。ウクライナの和平をめぐり、ヨーロッパ各国の首脳は、ウクライナの停戦後の安全を保障するため、有志連合の枠組みでヨーロッパが主導するウクライナ多国籍軍の創設に取り組むことなどを含む共同声明を発表しました。アメリカが取りまとめを目指すウクライナとロシアとの和平案について、ゼレンスキー大統領は、停戦後の安全の保障に関してアメリカとの合意に向けた進展があったとする一方、領土の扱いをめぐる問題では依然立場の隔たりがあるという認識を示しました。ベルリンではドイツやフランス、EU の首脳などがウクライナの和平をめぐって共同声明を発表しました。声明では停戦後の安全の保障として有志連合の枠組みでヨーロッパが主導し、アメリカも支援するウクライナ多国籍軍の創設に取り組むことや、アメリカ主導の停戦を監視するメカニズムの導入、さらに将来武力攻撃を受けた際、平和と安全を回復するための措置を取るという法的な拘束力のある約束などを挙げています。また、ウクライナが紛争を抑止し、領土を守るため、平時には80万人規模の兵力を維持できるよう支援するなどとしています。そして安全の保障が確立された後、領土についてはウクライナ国民が決めるべきだと指摘し、ウクライナを引き続き支援していくと強調しました。アメリカのトランプ大統領は記者団に対し、私はゼレンスキー大統領と長い時間話し合ったと述べたほか、NATO やヨーロッパ各国の首脳らと電話で会談したとしています。その上で、率直に言って、ウクライナは領土の一部をすでに失っている。しかし、安全の保障については、私たちはヨーロッパと共に努力している。ヨーロッパがその大部分を担うだろうと述べ、ヨーロッパの国々が安全の保障の中心的な役割を果たすことになるという認識を示しました。また、私たちは戦争が再び始まらないための安全の保障に取り組んでいると述べて、停戦の監視や衝突回避策も含めて話し合っていることを強調しました。ヨーロッパの首脳たちが一斉に集まるような事態になると、トランプ大統領もさすがに自分の意見を引っ込めるというような状態になります。新しく話し合った人の影響を強く受けるというのがトランプ大統領の特徴の一つです。この調子でプーチン大統領の電話を取らないようにしてほしいものですが、なかなかそうもいかないというのが難しいところです。さて、今回のヨーロッパ首脳らの発表のポイント、記事のタイトルにもなっているウクライナ多国籍軍の創設などに取り組むとしています。ウクライナ単独の軍隊ではなく、他の国々も入るということを前提とした取り組みであり、従来よりも前進したと言えるでしょう。また、戦争状態ではない平和な時であったとしても、ロシア軍による再侵攻を前提として、ある程度軍隊の規模は維持しておかなければなりません。ロシア側の要求としては、2022年段階では5万人までウクライナ軍を削減すべしというような要求があったわけですが、今回のヨーロッパ側の共同声明では80万人を維持するというような前提で話を進めています。ちなみにロシアが最初突きつけたウクライナ軍の縮小5万人というのは、基本的にはウクライナの安全保障は全てロシア軍が担う、つまりロシア軍が駐屯し、実質的にウクライナ軍を解体するという要求でした。現在ではあまりにもそうした現実離れした要求は議論はされていません。また80万人規模の軍隊を常時維持していくのには膨大なお金が必要で、その分の支援についてもヨーロッパ各国で少しでも分かち合おうという話となっています。そうしたこともあって、アメリカのトランプ大統領にしてみれば、ヨーロッパが自分たちの負担を増やすことによってウクライナ支援をするんだったら、どうぞお好きに、アメリカは特に何もしないからなといったような形で少しでも距離を取ろうとしているわけです。一応ヨーロッパ各国はそうしたことがあまりにも進んでしまうと、アメリカの影響力ゼロというのはちょっと問題です。そこで少しでもこの枠組みの中にアメリカの関与を増やそうと努力しているところです。ただ、
このような多国籍部隊というものは当然ロシアの飲める話ではありません。ロシア側の反応はこちら。ロシアは多国籍部隊構想を拒否。外務次官、NATO 軍の駐留は支持も容認も絶対しない。ウクライナ安全の保障で。ロシアのリャプコフ外務次官はウクライナの安全の保障に関して、ロシアはウクライナ領内における NATO 軍の駐留について支持も容認も絶対にしないと述べた。ヨーロッパ首脳らの共同声明で示された多国籍部隊構想を拒否する立場を鮮明にしたものだ。ウクライナの NATO 加盟に激しく反発してきたロシアにとって NATO 加盟と同等の安全の保障も容認できない。ウシャコフロシア大統領補佐官もヨーロッパやウクライナの要望が反映された和平案には非常に強く異議を唱えると述べた。プーチン大統領及びその政府高官らはトランプ大統領の掲げたロシア案に基づく和平案についてはある程度考えがわかるのになというような話をしていますから、ヨーロッパが今回掲げてきた多国籍部隊の創設や平時であっても80万人規模の軍隊を維持するといった話は基本的には受け入れられないというような姿勢を示しています。プーチン大統領としては、たとえ一時的な休戦が成立したとしても、その間にロシア軍の陣容を立て直し、再侵攻するための準備期間とする、そのような作戦計画があると見られています。さて、ロシア軍の戦術面を理解していると、このニュースちょっと問題だなというような話題が入っています。日本のニュース、レッドバロン、外為法違反で警告、ロシアにバイク輸出、経産省の承認受けず、経済産業省は、バイク販売大手のレッドバロンが2022年から24年にかけて輸出規制されているロシアにバイクを輸出していたとして外国為替及び外国貿易法違反で警告したと発表した。レッドバロンは新車と中古車のバイク販売を幅広く手掛ける大手事業者でバイクを海外にも輸出している。ロシアがウクライナに侵攻したことから日本政府はロシア向け製品の輸出を規制している。レッドバロンは経済産業大臣の承認を受けることなく外為法などに違反してロシアにバイクを輸出していた。レッドバロンは警告を受けたことを謝罪した上で、今回の警告は輸出停止などの行政制裁ではなく、サービスの提供で顧客や取引先に迷惑をかけることはない。警告を受けたことを厳粛真摯に受け止め、すでに実施している再発防止のための輸出管理と法令遵守の徹底を今後強化するとしている。バイクというのは通常であれば人の移動に用いられることから一般的には強く規制がかけられるようなものではありません。しかし今のロシアに送ることには問題があります。なぜならば軍事転用される危険性が非常に強いからです。軍用車両が次々と戦場で破壊されてきたロシアにおいては兵士一人一人で分散して突撃するという戦術が用いられるようになりました。こちらの映像はそうしたロシア軍のバイク系の訓練の様子。用いられているバイクがどこのメーカーか大量調達という意味では中国で作られたものの方が多いとは思うのですが、今回のニュースにもあるように日本から輸出されたバイクも転用されている危険性は十分にあると私は思います。バイク兵についての話題をするときは必ず言っておかなければならないのが、これが人命を非常に軽視した作戦だということです。戦場に一旦出てしまえば爆発物に対する防御力は全くありません。ウクライナ軍陣地にたどり着けるかどうかはほとんど運とも言えるようなもので、そうした大量に動員することによってそのうち何人かでも相手陣地にたどり着けばいいというような攻撃方法です。ただし非常に多くの死傷者を出すこうした攻撃方法ですが、実際に繰り返し行うとどこかに穴ができて、それによってロシア軍が前進するといったこともこれまで見られていますから、ロシア軍はこうしたバイク兵による突撃をやめる気配は全くありません。日本政府もこうしたロシア軍の戦術を理解した上で、一般的なバイクという見方ではなく、ロシアに輸出してしまうと、それが軍事転用される危険性があると、重々認識した上で規制をかけてほしいものです。次のニュースも日本の話題。弾薬保管の自衛隊火薬庫、全国で130棟増設へ、有事長期化に備え。政府が自衛隊の弾薬を保管する火薬庫の増設を全国各地で進めている。火薬庫は全国に約1400棟あるが、2027年度までに約70棟、32年度までにさらに約60棟を増設する目標を掲げる。政府はその狙いを有事が長期化した場合でも戦いを継続できる継戦能力を充実させるためだとする。ロシアによるウクライナ侵攻は
2022年2月に始まり、戦闘は4年近く続いている。日本政府も近年、防衛力の持続性を重視、2022年12月に閣議決定した安全保障関連3文書のうち、国家防衛戦略では、現在の自衛隊の継戦能力は必ずしも十分ではないとし、弾薬の生産能力の向上や製造量に見合う火薬庫の確保を進める方針を明記した。戦いがあっという間に終わるという前提であれば、火薬庫を増設する必要はありません。しかし、ロシアによるウクライナ侵略を見れば明らかですが、国家対国家の戦いになった場合においては、非常に長期間にわたる戦闘も十分考えなければなりません。しかし、日本の防衛産業は、長い間自衛隊向けだけの生産を行ってきました。これは、大量に生産するという体制が全く取れていないことを意味します。ですから、生産能力が足りないのであれば、せめて事前に大量に備蓄しておくということが必要になります。今回の火薬庫増設というのは、少しでも在庫を増やしておくという意味で非常に重要なのです。あとは、生産能力を高めていくためにも、防衛産業に対する規制を少しでも緩和し、世界市場に輸出する、常にある程度の生産量を確保する、そうした防衛産業へと発展させなければなりません。必要な時に必要な量をいきなり調達することは不可能であり、事前に大量に在庫を持っておく、そしてある程度の生産能力を無理なく維持するための生産規模を獲得するためにも世界市場とつながっておくことは重要なのです。続いて、ロシア軍傘下で戦うことになった北朝鮮兵、彼らがどのような扱いを受けているか、その実態について知らせる記事を見ておきましょう。金正恩、ロシア派兵、ただ働きで戦死認める。命の対価は名誉だけ。北朝鮮の金正恩総書記がロシアに派遣した公兵部隊を事実上ただ働きさせていたことを自らの発言で認めた。北朝鮮国営メディアによると、第528工兵連隊の帰国歓迎式が行われ、金正恩氏は式典で演説した。その中でキム氏は、命を懸けて命令を遂行した我が工兵連隊には、いかなる報酬も対価もなかった。しかし、それに変えられない。この世で最も貴重なものを受け取ったと語った。ロシア派兵の対価をめぐっては、北朝鮮内部で以前から不満の声がくすぶっていた。派兵された特殊部隊員が約束された給与の2割程度しか受け取っていなかったとの情報も伝えられ、プーチンに裏切られたとの不満が出ているとも報じられていた。今回の金正恩氏の発言は、ロシア派兵の見返りとして期待されてきた経済的、軍事的対価が実際には存在しなかったことを最高指導者自らが公然と認めたものと言える。金正恩氏は演説で、我が軍隊は党と祖国、人民の信頼、それ以外にさらに望むものがあってはならないと述べ、派兵の見返りを求めるなと強調した。内部の動揺を意識しつつ、無報酬の犠牲を名誉や信頼といった精神論で正当化する狙いが透けて見える。このようにして、北朝鮮の派兵された部隊については、報酬が全くなかったというような記事となっています。ただちょっとこの記事には私は異論はあって、ロシア側も一応ある程度のお金は支払ったというような記事は他のところでいくつか見ました。ですから、派遣された兵士が無報酬というのは、ロシア側が支払ったお金については、金正恩氏が全部ピンハネしているんじゃないかなと私は思っています。どちらにしても、派遣された兵士たちの手元には、金銭的な報酬がほとんど入らないというわけですから、ろくでもない国家であることには変わりないでしょう。北朝鮮兵士たちにしてみれば、別にウクライナの戦場で戦う理由というものは全くありません。ただ単純に、金正恩氏の利益になるからということで、その命を使い捨てにされたに過ぎないでしょう。最後に、ロシアからのニュース。ロシア下院は1年以内に YouTube を全面的にブロックすると発表した。現在ロシア国内においては、自主的に撤退していったサービスもありますが、まだ残っているところもあります。それらについては、ロシア当局は適正国家のサービスについては、順次国内のものにどんどんと切り替えるようにと国民に要求しています。特に交流するもしくは情報を得ることのできるサービスについては非常に神経を尖らせていて、海外からの厳しい意見などについてロシア国民が
触れないようにとなるべく気を使っているところです。そうしたわけで YouTube についてはサービスは残っているんだけれども、しかし必ず動画を見る時の速度低下といったものが起こることにより、実際的にはなかなか動画を見ることができないといったようなことも各地で発生しています。こうした対処というのは基本的には大人に対するものが多いわけですが、子供を対象にした規制といったものも入っています。ロシアでロブロックスが禁止され非難殺到。子供たちから6万3000通の苦情の手紙が届き、出国したいと嘆願。子供の間で大人気のオンラインゲームロブロックスがロシアで禁止されました。これに対してわずか1週間で政府に6万3000通もの苦情の手紙が届いたことが明らかになっています。ロブロックスは2023年までロシアで最もダウンロードされたゲームでした。最新の統計情報によると、ロブロックスのデイリーアクティブユーザー数は1億1180万人で、このうち約 40% が13歳以下の子供であるとされています。なお、ロシアでは Facebook、Instagram、Threads、X、様々なソーシャルメディア要素を含むプラットフォームが禁止されています。この記事ではロブロックスに関してゲームであるというような表現がなされていますが、実際にはゲームをユーザー自身が作ってそれを多くの人たちで共有、そしてプレイすることができます。そうした多くの人たちが大量にゲームを作り遊ぶ、そのコミュニティとしての機能が多くの人々が集まって様々なことを話題にすることができるわけです。政府にとってはそのような人が集まって喋る場があること、それ自体が脅威に思えるのかもしれません。情報を統制することによって実際に何が起こっているのかをなるべく知らせない、そして都合の良い情報だけを国民の目に触れさせるようにする、そうした政策というのは今回取り上げた国の中では北朝鮮が最も厳しい措置をとっています。だからこそロシア側が渋々でも一応お金を払っていると言われている問題についても、兵士に渡る額は非常に少ないもの、もしくは国家が兵士の給与をほとんど吸い上げるといったようなことなども起こっていて、しかもそれを国民がほとんど知らないといったような状態となっているわけです。ロシア国内における情報統制をすることによって海外からの情報がなるべく入らないようにするというのも、結局のところより多くの人たちから国営放送もしくは政府機関の息のかかったところの情報しか目にしないようにすることが重要だとロシア政府が考えているからです。インターネット上の情報収集というのはそれこそ見たいもの、知りたいものについては検索をかける、もしくは AI に尋ねれば様々な情報を得ることができます。しかしサービスそのものを遮断して自国のサービスだけを使いなさいと強要することによって少しでもロシアにとって不都合な真実については見聞きしないようにとするわけです。実際には VPN のような回避するための手段もあるわけですが、多くの人たちにとってはそれ一体何なのといった具合にして規制逃れをする手段についてもわからない人の方が多いものです。ロシア国内における情報統制は段階的に北朝鮮と似たような状態へと近づいていくのかもしれません。今でもプーチン大統領に批判的な言動をすると職を追われたり、戦争に対する批判の声を上げると刑務所に送り込まれてしまうという、合法的に意見を抹殺していくという方法がすでにロシアでは整えられている状態ですから、すでに北朝鮮と大して変わらないのかもしれません。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。